どうも、ベイメットチャンネルです。本日は、新米フォックスブラッシュと新ビットギアラッシュの攻撃力と持久力を100回戦で徹底検証してみた。5月18日に発売されたランダムブースターフォックスブラッシュセレクトで新登場したメインブレードのブラッシュとアシストブレードのジャギー、新ビットのギアラッシュ、みんなはもう手に入れただろうか。このチャンネルでは電動ランチャーと100戦の実績データによって攻撃力や持久力などを数値化し、他のベイトの相対評価を行っている。購入やカスタムの参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってくれ。今回はメインブレードブラッシュの弾き性能と持久力、アシストブレードジャギーとスラッシュの比較検証、新ビットギアラッシュの攻撃力と持久力をそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していく。まずはメインブレードフォックスブラッシュについて。平均重量は 30.36g でメインブレードの中では3位、2位のダークとはほぼ同じ重量で比較的重めのメインブレードとなっている。アシストブレードジャギーの平均重量は 4.83g でバンパーよりは 0.4g 軽く、同じアタックタイプのスラッシュよりは若干重い程度の重量だ。メインブレード、アシストブレード6チップを組み合わせた時の合計重量は 36.94g で重く設計されがちなアタックタイプとしては軽めだが、環境で活躍しているジルバウルフよりは重く、ティラノビートとほぼ同等の重さとなっている。次にアシストブレードジャギーの厚さについてはスラッシュと同じく他のアシストブレードよりも 1mm 低い設計となっている。ここでアシストブレードの厚さの見分け方について紹介しよう。表裏ともに見分けるための目印がある。まず表側には3つに区切られた円の模様があり、その模様の突起の数が2つのものは薄く、突起の数が3つのものは分厚い設計となっている。裏から見た時の判別方法は X のマークがないものは薄い設計、マークがあるものは分厚い設計となっている。アシストブレードジャギーの形状については同じアタックタイプのスラッシュと比べると小径だが、プラスチック製のアシストブレードによる大きい弾きは期待していないため、小径というのはメインブレードの接触の邪魔にならないメリットだと考えている。側面から見ると外側に向かって下に広がる形状になっており、アシストブレードに相手ブレードが接触した際上方向にずらしてメインブレードによる大きい弾きにつながると予想している。カスタムラインの性能測定では持久力や弾き性能への影響を考慮して 1mm 低い設計のアシストブレードで検証を行うことにしたが、今回ジャギーカスタムスラッシュカスタムでそれぞれ検証し、成績が良かった方のアシストブレードで今後の検証を行うことにする。では最初にフォックスブラッシュのジャギーカスタムから1秒あたりの弾き性能と平均スピータイムを測定していく。25戦やってみた結果、フォックスブラッシュジャギーのトータル弾き回数は76回、平均スピンタイムは 27.05 秒という結果となった。次はフォックスブラッシュのスラッシュカスタムで同じ 1mm 低い設計のアシストブレードが攻撃力、持久力にどれくらい影響するのか検証していく。25戦やってみた結果、スラッシュカスタムのトータル弾き回数は51回、平均スピンタイムは 26.54 秒という結果となった。次は新ビットギアラッシュに加え、形状の似ているギアフラットの検証も行っていく。人気のアタックビットの検証も過去動画で検証済みなので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてくれ。まずはギアラッシュ。ランダムブースターフォックスブラッシュセレクトで新登場したアタックビットだ。同じラッシュシリーズのラッシュビット、ローラッシュビットは大会でも採用率の高い人気のビットのため、個人的に今回の動画の中で最も気になっている。ベースとなっているラッシュビットと高さギア系は同じだが、軸先はギアの突起分若干太くなっている。攻撃面については先端までギア形状になっているおかげで、エクストリームラインの途中でラインから外れてしまうことが多かったラッシュビットの欠点を解消できそうだ。
軸先が若干太いことで旋回運動が大きくなり、エクストリームラインに乗りやすいことも期待できる。持久面についてはテーブルなどに立ててみるとわかるが、なんと軸先がフラットではなくラウンド形状になっていることが判明した。例えるなら径の大きいボールのような先端のため、持久力向上と姿勢保持能力が期待できる形状となっている。25戦やってみた結果、ギアラッシュのエクストリームダッシュ数は87回、平均スピンタイムは 33.40 秒という結果となった。最後はギアフラット、フェニックスウィングで登場した攻撃特化のアタックビットだ。攻撃面については、ギアフラットは12枚ギアで、10枚ギアのギアラッシュよりもエクストリームダッシュの速度が上がるため、瞬間火力はギアフラットの方が上だろう。さらにギアラッシュと比較すると軸先が太くなっているため、旋回運動が大きくなり、エクストリームラインに乗りやすい特徴を持っている。しかし持久面では攻撃力に全振りしており、名前の通り先端がフラットでギアラッシュのような持久力を補填する要素がないため、持久力最下位のローフラットよりもさらに低いと予想している。25戦やってみた結果、ギアフラットのエクストリームダッシュ数は80回、平均スピンタイムは 25.41 秒という結果となった。では100戦やってみた結果をまとめていく。まず、フォックスブラシの性能については、1秒あたりの弾き回数は 0.12 秒で5位、平均スピンタイムは 27.05 秒で17位ということで、公式の分類通り攻撃特化のアタックブレードだということが判明した。持久面については、最下位のドランバスター、19位のシャークエッジ、18位のホエールウェーブに続く17位という低さで、カスタムラインならではの高重心に加え、フォックスブラシの変重心が持久面では悪影響となっているようだ。しかし攻撃力については、同じカスタムラインのドランブレイブと同等で、インパクトドレイク以上の高い弾き性能を持っており、アタックカスタムなら十分に活躍できる性能だと感じた。次にアシストブレードの変更による性能への影響については、持久力はほぼ変わらなかったが、攻撃力はスラッシュカスタムよりもジャギーカスタムの方が弾き性能が高くなることが判明した。ジャギーの側面形状がメインブレードでの接触をサポートしたことが一番の要因だと考えているが、フラッシュとスラッシュを組み合わせた場合、一つの逆体系のスマッシュ刃のような形になることも、スラッシュの方が横方向への弾きが少なかった要因だろう。スラッシュカスタムでもエアロペガサスと同等の弾き性能なので、決して低いわけではないが、持久力が大きく劣っているため、特徴を伸ばすならジャギーカスタムで攻撃力を上げた方がいいだろう。ギアラッシュの性能については、エクストリームダッシュは87回で、測定済みのビットの中では3位。平均スピンタイムは 33.40 秒で9位。ということで、ローラッシュのように攻撃力、持久力のバランスが取れている優秀なビットだということが判明した。攻撃面については、ラッシュビットを超えるダッシュ回数で、ラッシュビットの課題だったダッシュの途中でエクストリームラインから外れてしまうという課題をギアラッシュの形状でうまく解決することができたと考えている。しかし、ローラッシュの回数に及ばなかった理由も、同じくギアラッシュの形状が原因だと考えている。手が水平の状態であれば、ギアラッシュやギアフラットのように先端まで伸びたギアはエクストリームラインに噛み合いやすいが、角度がついている状態の時は、各ビットのギアのクリアランスが挙動に影響すると考えている。クリアランスが広いものは推進力によってそのままエクストリームラインにはまってダッシュをするが、ギアラッシュのようにクリアランスが狭いものは角度がついていると大きく弾かれてしまい制御が難しいため、角度を大きくつけてシュートし、序盤の動きを制御したり、逆にシュートパワーを抑えた水平に近い角度で自滅を防ぎつつダッシュにつなげやすくするというシュートもありだろう。
持久面では平均スピンタイムがローラッシュとほぼ同等の 33.40 秒で、アタックビットの中では2位という高いスタミナを持つことが判明した。ダッシュ回数が多く、エクストリームラインから弾かれるたびにスタミナをロスしそうだが、それでも持久力が上位だった理由は、ラッシュ系の特徴である軸先の細さと10枚ギアという点だけでなく、やはり先端のラウンド形状が大きく影響していた。先端が平らなギアフラットは終盤に姿勢が崩れているとすぐに倒れてしまうが、ギアラッシュは明らかに粘り強かった。アタックビット対面でスピン勝負まで持ち込んだ場合、この粘り強さで勝てる試合も多いだろう。エクストリームラインから大きく弾かれてしまうという特徴をシュート練習でうまく制御することができれば、ローラッシュ以上の攻撃力を出せる可能性もある優秀なビットだと感じた。ギアフラットについては、ダッシュ回数は80回で、アタックビットの中では5位、持久力は 25.41 秒で、最下位のローフラットに次ぐ低さの13位ということで、やはり攻撃特化のビットだということが判明した。攻撃面については、ギアラッシュよりも軸先が太いことで、旋回運動が大きくなり、エクストリームラインに乗りやすいはずだが、ダッシュ回数がギアラッシュ以下だった理由は、持久力が低いことによる試行回数の減少もあるが、やはり角度がついていると噛み合わずに弾かれてしまうという特徴が、12枚ギアによってさらに顕著になったことが原因だろう。高回転状態で噛み合えば自滅しやすく、制御がギアラッシュ以上に難しいため、攻撃力重視のビットにしたい場合は、攻撃力ナンバーワンのローフラットの方が扱いやすいだろう。しかし、シュートパワーが低く、シュート角度の打ち分けがまだできないようなレギュラークラスのブレーダーには、ギアフラットは相性がいいかもしれないと感じた。ギアラッシュやギアフラットを愛用しているブレーダーは、コツなどをコメント欄で共有してくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。